緊張、寝れるかな。こんにちは、心です。ちらっと皆さんにはお話ししていましたが、タイトルの通り、韓国で脂肪吸引と脂肪注入を受けた時の Vlog です。かなりデリケートな内容になると思うんですけど、これから手術を受ける予定の方や同じ悩みで悩んでる方に参考にしていただけるように、術後1週間のダウンタイムの様子とか、持っていって良かったものだったり、そういったことをご紹介したいと思います。1週間の滞在だったんですけど、太ももの脂肪吸引を受けるので、帰ってくる時に歩けるかどうかわからなかったので、今回は少し近めの神戸空港から韓国に行くことにしました。今年の4月から大韓航空が神戸空港から飛ぶようになって、神戸から直接韓国に行けるようになったんですけど、めちゃめちゃ高くて、今回のチケットは2ヶ月以上前に予約してたので2万5,000円ぐらいだったと思います。ただ直近に取るとめちゃめちゃ値段が跳ね上がってるので、神戸から行く方は結構前にチケットを取っておいた方がいいかもしれないです。神戸空港の国際線はまさかの歩きで第2ターミナルまで行って、搭乗口も4つぐらいしか多分なかったと思うんですけど、そこからバスに乗って飛行機の方まで行って機内に乗り込みます。小さな空港なので並んだりとかすることはなかったんですけど、座る場所とかも全然なくて本当にコンパクトでした。でも飛行機は大韓航空なので、やっぱり乗り心地もサービスもめちゃめちゃ良かったです。この機内食はちょっと微妙でした。黙々と編集していたらすぐに韓国に着きました。飛行時間的には関空からと変わらないそうです。しかも大韓航空なので第2ターミナルに着いてくれるんですよ。入国審査も全然並ばずに外に出れて、順調にソウルに向かうことができました。お腹とか二の腕とかだとそんなに歩くのに影響はないと思うんですけど、太ももとかを手術される方は移動距離とかは少し考えた方がいいかもしれないです。今回私はお家の近くから飛行機に乗って第2ターミナル着だったので、並ぶこともなく帰りもスイスイで大成功でした。今回は1週間ちょっと滞在する予定だったので、節約を兼ねて腰温にしたんですけど、これが大正解でした。腰温は部屋がめっちゃ狭いので、ベッドの隣にシャワー室があるんですね。でそこにお手洗いもあって、冷蔵庫も近くにあって、ほとんど動くことなく生活ができるので、潔癖症とかじゃない方は腰温をおすすめします。次の日手術だったので、初日は動けなくなったら困るので生活用品を買い揃えていきます。まずは E マートで数日分の朝ごはんとかパックのおかゆとかスープ類を購入して、前に紹介したことのあるポンチュクでかぼちゃのおかゆを買いました。かぼちゃがゆはパックだと本当に美味しくないので、お店で購入して冷蔵庫に保管するのをおすすめします。圧迫着の上から着れる用のズボンが欲しくて無審査に帰りに寄ったんですけど、可愛い冷感のワンピースを見つけて試着してみたらずんぐりむっくりすぎたので諦めました。この冷感のスウェットめちゃめちゃ良かったです。これ裾が広がってるタイプなんですけど、私は裾に絞りがついてるタイプを購入しました。後でマネキンを見て気づいたんですけど、そもそも身長が足りてなかったみたいです。これカンナムにあるトッポッキ屋さんなんですけど、プンシグルプンダっていうお店で、ここのスンデがめちゃめちゃレバーが入ってて、手術を受ける方に超おすすめです。チーズトッポッキスンデ、こんなにレバーだけが入ってるやつは珍しいと思います。生レバーを術後に食べる方がちらほらいらっしゃるんですけど、術後の生ものは危険なので、よかったらスンデのこの缶っていうんですけど、スンデのレバー食べてください。スンデはこの春雨が入ってるやつは全然鉄分が入ってないらしいです。入りのスンデやとめっちゃ鉄分が多いらしい。美味しい。ここのなんか手術の日は朝にお風呂入って綺麗にした状態で行った方がいいみたいなんで、お風呂に入ってから明日はクリニックに向かおうと思います。おやすみ。緊張、寝れるかな。おやすみ。これがビフォーの足です。太ももの脂肪吸引をしたかったっていうよりかは、本当に
胸がないのがコンプレックスで、10代の頃から包協は将来的にしたいなと思ってて、やっぱり思春期の時ってそういうふざけてというかノリというかいじられたりするじゃないですか。それが本当に私は嫌で、 T シャツとかをね着ると結構首元の開いた T シャツだと前にかがむだけで中が丸見え状態、男性のアイドルでよくあるじゃないですか。私もそのぐらいなかったんですよ。本当にコンプレックスで今回脂肪移植を決意しました。前からチャンネルを見てくださってる方は知ってるかと思うんですけど、太ももが太いのが悩みで、結構何回か脂肪溶解注射を打ってるので、個人的に脂肪吸引するんだったら脂肪溶解注射でもいいなとは思ってたんですけど、胸に入れるとなれば太ももが私の体の中で一番肉付きがいいので、今回太ももから取ることになりました。脂肪溶解注射もこれまで受けてきたものに関しては全く効果なかったわけじゃなくて、普通にズボンのサイズもダウンしてるし、なかなかの効果はあったんですけど、やっぱり体の一部から大量に脂肪を取るとなれば私的には太ももだったので、今回お願いすることにしたんですけど、カウンセリングで太ももを見ていただいたところ、1500は取れそうだねみたいな感じで言われてしまったので、やっぱりちょっとねまん丸としてたんだとは思いました。手術の直前は脂肪を抜くので皮が余ってシワシワになったりするみたいなので、体重の増減はあまりしない方がいいみたいなんですけど、私は脂肪を注入するので 2,3 キロ太っといた方がいいっていうのを見て、普段の体重よりも 2,3 キロ増やしておきました。ただ直前になるとちょっと怖いので、それも前もって体調もそうなんですけど全部準備しといた方がいいと思います。手術当日です。胸の手術を一緒に受ける方はショルダーバッグとかリュックとかを背負えないので、私みたいにウエストポーチで行くことをお勧めします。こうすると大金を持ってても安心です。私はお金が入ってることがわからないようにめちゃめちゃ白濃い顔のマンドゥのキーリングをつけていきました。さあ今回私が手術を受けたクリニックさんはチョンダムにあるラプリンクリニックさんっていうところです。脂肪吸引に脂肪移植をするとなればデザイン面がめっちゃ上手なところじゃないとボコボコになってしまったり、自分の思うような形にならなかったりするじゃないですか。なので私は症例をめちゃめちゃ見漁ってから決めました。日本人とか外国人がこぞっていくようなクリニックさんじゃないんですけど、韓国人に人気で続いてる信頼のあるクリニックさんだと思って私はここにしたんですけど、カウンセリングに行った時に本当に先生もスタッフさんもすっごい自信を持ってて、絶対にボコボコにしませんって言われたんですよ。私は太もももガリガリにするのは嫌だったんですね。女性らしさのある足だけど細いっていうのと、あと胸も別にそんなにめちゃめちゃ大きくしたいわけじゃなくて、下着がぴったりサイズになればいいかなと思ってたので、めっちゃナチュラルにしたいですっていう風に伝えたんですよ。そしたらここでやったら不自然になりようがないですっていう風に言ってもらったので、よしじゃあもうここでやってみようっていうことで決断しました。公式のメニュー表にある値段では太ももとヒップで60万円ぐらいだったので、そんなにめっちゃ安いかって言われたらそうでもないんですよ。日本でやるのと値段的にはそんな大差はないんですけど、この価格でこのデザイン性と技術面があるクリニックは少ないと思うので、脂肪吸引とか脂肪注入で迷われてる方はラプリンクリニックさんもぜひ視野に入れてみてください。では服を着替えていざ手術に行ってきます。はい、終わりました。寝てるだけだったのであっという間で終わったんですけど、必ず手術の後はタクシーを呼んでホテルに帰らないといけないので Uber でタクシーを呼びました。回復室のベッドから起き上がる時にびっくりしたんですけど、なんと歩けます。歩けちゃうんです。私の太もも脂肪吸引のイメージは本当に要介護者で誰かの肩を借りて歩くようなイメージだったので、本当にびっくりしました。看護師さんに歩けるんですけどって思わず言ったら、ここの先生は本当に上手だから歩けるんだよっていう風に言われて、もちろん個人差はあると思うんですよ。なんか出血量が多いとダウンタイムがひどくなったり、あと脂肪量取る量が多いとダウンタイムが重くなるっていう風に聞いたんですけど、まあ私も
そこそこの脂肪量取ってるので、本当に先生は上手だったんだなと思います。ちょっとまだ元気だったので、デカフェのコーヒーをどうしても喉が渇いて飲みたくてメガコーヒーに来ました。手術の時はこういうゆとりのあるワンピース、ズボッと着れて後ろにファスナーがついてるタイプのものがいいかなと思います。これめっちゃ楽でした。帰ってきました。ちょっと喉が荒れてますが、植毛の時より全然マシです。手術が無事に終わりました。生きて帰ってこれた。本当にちょっと感動で泣きそうなんですけど、よかったです。無事に終わりました。さっきね、階段を登ったんですけど、ひどい筋肉痛みたいな感じ。めちゃめちゃ運動してなくて、急にテニスした後の次の日みたいな感じそこまでも痛くないんですよ。だから全然階段もゆっくりなんですけど登ることもできました。歩いて今ね、ご褒美のデカフェのカフェラテを買ってきました。ついにミスちゃんじゃなくなってた。ちょっと悲しい。本当にお疲れ様。頑張った今はこんな感じです。全然わからないですよね私もどのぐらいの細さになってるのか全然予想がつきません。特にこの辺が痛い、前ももが痛いので本当に筋肉痛みたいな感じですね。で、今回メインの胸の方はこんな感じ。めっちゃ嬉しい着替える時にちょっとだけ見たんですけど、もう全然違いましたね。胸はどっちかっていうと筋肉痛っていうよりかは、私生理痛がめちゃめちゃひどい方なんで、生理前の胸の痛さにちょっと似たような感じです。多分もっと入れる方はもうちょっと痛いかもしれないです。なんかさっき見た感じではこの辺から入れてくれてました。もともと骨が浮き出てたような部分にしっかりと入れてもらってます。ずっと私のやりたかった夢が叶いました。今日と明日は麻酔とかも受けてるので安静にしてゆっくり過ごしたいと思います。じゃあ今日は強制風呂キャンということでゆっくりご飯を食べてそのまま寝ようと思います。おやすみなさい。めっちゃ寝ようとしてますが、日本から持ってきたものを紹介しようと思います。私もともと隠れ貧血なんですけど、鉄分のサプリをいつも飲んでて、それが血液をサラサラにしちゃう成分が入ってたので、日本からこのよく飲んでる1日分の鉄分が取れる飲むヨーグルトを持ってきました。こうやってジップロックに水を入れて凍らすと保冷剤代わりになって向こうでも捨てれるのでおすすめです。ちなみにサプリは手術1週間前から飲んじゃいけないので、この飲むヨーグルトを毎日飲んでから来ました。これは私が SNS とかいろんなウェブサイトで情報を拾い集めて持ってきたものです。今回使ってみていらなかったものとかもあるので、その理由も含めて紹介します。まずはこのペットシーツです。これはいりませんでした。ラプリンクリニックさんの脂肪吸引はドレーンを使わないので、特に液漏れするっていうことはなかったです。見てわかる通り、私バスタオルを日本から持ってきてて、それを1枚敷いてたのでそれだけで十分でした。そしてデリケートゾーン用のシートとメイク落としとボディシートです。この3つは持ってきててもいいかなと思うんですけど、メイク落としは顔は洗顔できたので使わなかったです。デリケートゾーン用のシートはこれ結構重要かなと思ってて、圧迫着を着るので密閉されてしまってカンジダになりやすいらしいので、これで定期的に術後もケアしてあげると殺菌できていいかなと思います。そしてこれシーンで評判の良かったニップレスなんですけど、絶対ニップレスはやめてください。看護師さんによると完全に酸素を通さなくなってしまうじゃないですか。だから傷の治りが悪くなって肌にも良くないみたいです。大きな大判の絆創膏を使えと言われました。
そしてこれ、寝相の悪い方必須です。空の2リットルのペットボトルを2本持ってきました。これ何に使うかというと、2本とも水を満タンに入れて、寝る時に両脇の服の中に入れて、体を固定して寝返りを打たないようにします。私めちゃくちゃ寝相が悪くて、横向いてでしか寝れないので、仰向けで寝られるように持ってきました。ちなみにお家ではシーインで買った妊婦さん用のお腹を乗せる枕というかクッションがあるんですけど、それを使って寝返りを打たないようにしてます。脂肪が定着する3ヶ月はうつ伏せで寝れないので、よかったら皆さんも買ってみてください。この辺は私が手術を受けてる間にスタッフさんが薬局に買いに行ってくださったんですけど、テープ類はちょっと少なかったので、日本からこの大判の傷口用のものと、あと胸用にたくさん持っていくことをおすすめします。あとは抗生物質と消毒液と痛み止めを買ってきてくださいました。痛み止めは筋肉痛ぐらいだったので1回も飲みませんでした。そしてこれすごいのが圧迫着なんですけど、ラプリンクリニックさんが提携してる会社の圧迫着で、手術前に太もものサイズをすっごい細かく測ってくださって、術後にもうできたものをくださるっていうとんでもないスピード感の会社さんがあって、私の思ってたのは SML ってあって自分に合うサイズをもらうのかなと思ってたら、まさかのオーダーメイドだったので、これは購入しました。で、夏場だったので洗い替えの分も必要だなと思って、術直後に履けるようなちょっと大きめのサイズと、腫れが落ち着いてきた後に履けるような少し小さめのサイズを購入しました。これ本当に買ってよかったです。今でも履いてます。たまに動画に履いた姿が登場してるかと思うんですけど、術直後だけじゃなくって普段むくみが気になる時に履くのもいいみたいです。この日からメディケット代わりに履いてます。そしてこれは麻酔から起きた直後に看護師さんが持ってきてくださって、なんとストローを刺して飲ませてくださいました。本当に優しいですよね。至れり尽くせりでした。あんまり韓国での脂肪吸引、脂肪補給のダウンタイムとか、こういう持ち物を詳しく紹介されてる方が YouTube には多分いらっしゃらなかったので、ぜひぜひこの過ごし方とかも参考にしていただけたら嬉しいんですけど、手術翌日はラプリンクリニックさんでアフターケアを受けに行きました。傷口とかのチェックをした後、包帯とか全部取ってもらって、酸素カプセルに入ってアザケア用のライトを浴びて終わりでした。で、私お風呂にどうしても入りたくて、2日間はお風呂に入れないっていうことだったので、頭だけでもどうしても洗いたくて、前の動画で紹介した頭皮ケアのラウンジに行きました。前のダウンタイム軽減の動画で詳しく説明してるので、よかったら見てみてください。そしてダイソーにすぐなくなりそうだった絆創膏を買いに来ました。急に圧迫着で失礼します。包帯が取れたので足の形がわかるようになりました。腫れてるはずなんですけど、この今手を置いてるあたりが私ウェーブなので、結構お尻周りがボコッとしてて、太ももの付け根が丸くなってたんですけど、そこがもうストンとまっすぐになったのが分かって、こう手を置いた時の感覚も一回りぐらい違うくてびっくりしました。圧迫着を脱ぐとこんな感じです。術前にインディバをやってたので、内出血が全然出てないんですよ。もっと全体的に真っ青になるかと思ったら、この膝周りだけ若干内出血は出たんですけど、2週間で完全に落ち着いたので、本当に術前のインディバめちゃめちゃ大事です。脂肪が柔らかくなるから吸引もしやすくなってボコボコ防止になるみたいです。また頑張って圧迫着を今着たんですけど、やっぱり着る時がめっちゃ痛いです。筋肉痛、めちゃくちゃひどい筋肉痛ぐらいの痛さなんで、別に歩けないことはないんですけど、階段を降りる時とかはちょっとしんどいですけど、全然身動きは取れます。で、あとトイレがめっちゃ痛いです。裏ももも吸引をしてるんで、裏ももってお尻の下のシワのとこから吸うんですけど、そこに傷口があるので座る時がめっちゃ痛くて、普通にこういうベッドとかだとクッション性があるからそこまで痛くないんですけど、便器が硬いのでめっちゃ痛いです、座る時が。ダウンタイム1日目はそんな感じで、私結構今日はいろいろと歩き回ったんですけど、夕方になると足はちょっとしんどかったです。
ダウンタイム2日目です。この日から前の動画で紹介した腫れケア点滴を受けに行きました。私本当にむくみやすくて、しかも我慢できず歩きまくってたので、むくみがめちゃめちゃひどくて、この点滴を5日間受けに行ったんですけど、受けた直後はめちゃめちゃ効くんですよ。超スッキリするんですけど、その後歩きすぎて夜ホテルに帰る頃にはまた足がパンパンになってました。なので皆さんは絶対安静の方がいいかもしれないです。ただこの点滴を受けてたおかげで、むくみによる足の痛さが毎日改善されてたので、これは絶対に受けに行った方がいいかもしれないです。むくみ対策のためにかぼちゃがゆとか買ってたんですけど、関係ないぐらい足がむくんでたんで、別に塩辛いものじゃなければおかゆじゃなくてもよかったかなとは思いました。2日目はこんな感じであんまり変化はなかったんですけど、むくみが下に一気に降りてきました。足首がなくなってます。で、横を向いた時は分かりやすいんですけど、太ももの付け根もう腫れてないような感じだったんですけど、膝上から膝周りにかけてがパンパンに腫れてます。足首からがむくみすぎて、腫れた時用に持ってきたクロックスでさえ入らなかったです。術後3日目です。ついに靴が入らないぐらいむくみ始めたので、かろうじて持ってきてた B さんで点滴に向かいます。これ前の人が運動したかジム行ったかでめっちゃ筋肉痛で辛そうな感じで階段を登ってたんですけど、私はそれ以上に早く登ることができました。なのでそんな激痛っていうほどではなかったんですけど、階段の上り下りがしんどいのと、韓国の地下鉄って椅子が硬いじゃないですか。電車に乗る時とかお手洗いに座るタイミングがめちゃめちゃ辛かったです。3日目の夜はこんな感じです。横を向くと今どの辺まで腫れが降りてきてるかっていうのが分かりやすいと思うんですけど、だいぶ太もも周りの腫れは落ち着いてきました。ただ膝が埋もれるぐらい腫れてて、歩く時に関節が痛かったです。あんまり見せれないんですけど、胸はこんな感じで青あざがブワーって広がってます。でももう全然痛くないです。ちょっと腕を伸ばした時とかに若干筋肉痛かなぐらいの痛さで全然大丈夫。術後4日目になりました。なんとこの方、朝からコエックスでお買い物をしております。足の痛さなんですけど、筋肉痛からなんか電気が走るようなビリビリ感に変わってきて、私的にはこっちの方が痛かったですね。多分拘縮の前兆みたいな感じで皮がくっつき始めてるような感じの痛さでした。じゃーん、足はこんな感じでめっちゃ腫れが落ち着いてきました。ふくらはぎのむくみなんですけど、今2ヶ月ちょっと経ってるんですけど、むくみやすさみたいなものは収まりません。ただここまで足首がなくなったりすることはもうさすがになくなってきたんですけど、それがむくみにくくなるまでがめっちゃ長い。私1ヶ月以上術後のインディバに通ってるんですけど、まだ膝周りとふくらはぎのむくみやすさは取れないです。術後5日目です。筋肉痛のような痛みよりビリビリ感の方がもっと痛くて、階段がめちゃめちゃしんどくなりました。ちなみに足を膝より上に上げたりしゃがんだりっていうのはもう一切できないです。ただ元気っちゃ元気なので、このぐらいからカフェとかには行き始めました。普通に観光してます。5日目の足はこんな感じです。だいぶすっきりしてきたんですけど、まだ腫れはところどころ残ってるような感じはします。横から見た時の前もものまっすぐ感がめちゃめちゃ好きです。本当に全周綺麗に撮ってくださってますよね。術後6日目です。この日は点滴が最後でした。しかしまた点滴を受けた後にめちゃめちゃ歩いたので、かなりむくんじゃいました。ただこの点滴を受けてなかったらむくみをリセットするタイミングがなかったので、多分歩けないぐらいパンパンに腫れてたと思います。頑張って毎日あざクリームも塗っていたので、6日目にはかなりあざが落ち着いてきて、前ももはほとんど黄色くなりました。あざがふくらはぎのすねまで降りてきてるの分かりますか？この辺色素沈着しそうなので、あざクリームは絶対に買っておいた方がいいです。そして胸の方なんですけど、まだまだ黄色いです。全体的にもう末期の状態なので、頑張ってあざクリームを塗り続けようと思います。さあついに1週間が経ちました。
まだまだ足は痛むんですけど、日本に帰りたいと思います。やっと帰れる。今日は朝からラプリンクリニックさんに行って抜歯をして、そのまま空港に向かいたいと思います。お疲れ様でした。アフターケアをしっかり受けて抜歯までして帰るんだったら1週間以上は必要だなと思ったし、ビリビリ痛い感じがする時に帰りたくないっていうのであれば4日間ぐらいで帰るのがベストかなと思います。じゃあ今から抜歯に行ってきます。抜歯は一瞬で終わって消毒をしてテープを貼ってもらって、そのまま空港に向かいました。もうしょっぱいものは気にしないで食べようということで、これ第2ターミナルの空港に向かうところにあった食堂なんですけど、めっちゃ美味しかったです。久しぶりに超辛いものを食べました。ドスッピンにボサボサでご飯を食べてたらフォロワーさんに声をかけられてだいぶ恥ずかしかったです。皆さん飛行機に乗るときに圧迫着を着ていると血の巡りが悪くなってエコノミー症候群になりやすいらしいので、かかとを上下に揺らしたり少し運動しながら飛行機に乗るようにしてください。さあ、お待ちかねのビフォーアフターです。2ヶ月ちょっと経ってやっと腫れがだいぶ落ち着いたので、術前と比較してみようと思います。まずは足です。腰周りが特に綺麗になったと思うんですけど、デザイン性すごくないですか？これが私がラプリンクリニックさんを選んだ理由の一つなんですけど、変に足だけ細くなったりっていうことがなくて、骨格に合わせてバランスを見ながらいるところは残していらないところは完全になくしてっていうので、本当に天才的なデザイン技術だと思ってます。まだ素足になると拘縮があるのでちょっとボコッとした感じは残ってて、肌感もザラッとはしているので、インディバにしっかり通って多分半年ぐらいはかかると思うんですけど、一生懸命直していこうと思います。まだちょっと拘縮が残ってて、この辺とか膝周りとか内ももとかボコつきがあるんですけど、2ヶ月ちょっとで今こんな感じです。拘縮はまだもう 1,2 ヶ月かかりそうだなっていうような痛さですね。胸はこんな感じです。劇的に変化はしてないんですけど、全体的に肉付きが良くなって、デコルテ下の骨が見えてたのが見えなくなりました。これどちらもペラペラのパッドのキャミソールを着てるんですけど、バストトップが全然違いますよね。もう T シャツの襟元からお腹が見えちゃうっていうことはなくなったかなと思います。今回は韓国で受けてきた脂肪吸引と脂肪移植の Vlog でした。今2ヶ月ちょっと経ったんですけど、まだ太ももは結構ビリビリと痛むので、インディバに一生懸命通ってます。インディバの感覚としては、術後は2週間ぐらいは週2で通って、そこからは週1で通ってます。なので手術を受ける方は前後のケアでもまたお金がかかることを考えておいた方がいいかもしれないです。インディバのサロンの方が言ってらっしゃったんですけど、拘縮でもう足がパンパンになった状態でいらっしゃる方がいるっていう風に言ってたので、皆さん術後1週間後からぜひインディバに通ってください。せっかく綺麗に吸引してもらったのに拘縮が残ってしまうっていうようなことがないように気をつけてください。動画内でご紹介するの忘れてたんですけど、私が今回受けた脂肪移植の種類は SVF っていうもので、普通の脂肪移植だとほぼそのまま麻酔液とかを抜いた状態の脂肪を注入するので、定着率があまり良くない、脂肪どっか行ってしまったみたいな声をよく見るんですけど、 SVF っていうのは取り出した脂肪から幹細胞とか血管細胞を取り出して、それを混ぜて注入するっていう包協手術になるので、かなり定着率がいいんですよ。あとしこりになりにくいっていうメリットもあって、これ日本で受けるとめっちゃ高い手術になるんですけど、韓国で受けるとお得に受けれちゃいます。動画内でも説明した通り、もちろんコスパだけじゃなくて、そのデザイン性だったり安全面とか技術面とかってめちゃめちゃ大事になってくる手術なので、皆さんもこの動画は症例の一つとして見ていただいて、いつも言ってるんですけど、羨ましいな、やりたいと思って、今回のは特に受けれるような手術じゃないので、自分の体とよく相談してから決めてみてください。ただ私は一番気になってたコンプレックスがやっと解消されたので、本当に命をかけてでもやってよかった手術だと思ってます。脂肪包協の場合はシリコンとはまたちょっと違うので、1回でめちゃめちゃ大きくすることはできないんですよ。皮膚の伸びる範囲までしか脂肪を入れることができないので、どうしても2次3次ってやる方もいらっしゃるんですけど、私はちょっと自分の体と相
相談しながら2次をするかしないか決めようと思います。またすることになったら動画でご紹介すると思います。同じ悩みで悩んでる方の参考になりますように。ではまた次回の Vlog でお会いしましょう。アンニョン。